源氏物語イラスト役の愛です。この動画では古文速読トレーニングのやり方をお伝えしています。イラスト訳本編では原文と現代語訳が流れますので、一語一語照らし合わせて内容を確認し、その後に浮き出るイラスト訳で状況をイメージします。はじめは古語や文法もわからず、流し読みする感じかもしれませんが、そのうちに何度も出てくる重要古語や文法事項が頭に入ってくると思います。現代語訳が出てくる前に大まかな訳が浮かぶように、イラスト訳が出てくる前にイメージが湧くように、そこまで解釈できるようになれば古文速読の達人です。イラスト訳はどこからでもいいので、何度も見てトレーニングをしていきましょう。また後半では今回出てきた文法事項や古文常識などを解説していますので、最後までご視聴していただけるととても嬉しいです。それではイラスト訳本編のスタートです。第3章うつせみの第11話。光源氏は人妻のうつせみと一夜を共にします。しかし彼女はそれ以降、彼の求愛を拒み続けるため、源氏は弟の小君を使って再度木の神邸に忍び込み、うつせみと野木場の荻の囲碁を打つ姿を垣間見ます。夜が更け、小君の導きにより、ようやくうつせみのもとに忍び込みます。では、この後の展開、いってみましょう。女は、さこそ忘れたもう。嬉しきに思いなせど。怪しく夢のようなることを。心に離るる折なき頃にて。心溶けたるいだに寝られずなん。昼は眺め。夜は目覚めがちなれば。春ならぬこの目も。意図なく嘆かしきに。語打ちつる君。今宵はこなたにと。今めかしく打ち語らいて。目にけり。若き人は何心なく意とようまどろみたるべし。かかる気配の意と香ばしくうちにおうに。顔をもたげたるに。ひとえぎぬ打ちかけたる貴重の隙間に。暗けれどうちみじろき夜気配。
糸、印。浅ましく覚えて。ともかくも思い別れず。やおら沖いでて。涼しなる一え絹を一つ着て。滑りいでにけり。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回は類推の何についてお話をしましょう。あまり見たことがないので、なんだこりゃって思う人もいるかと思います。古典文法の副助詞を全部暗唱して覚えている人もいるかもしれませんね。でも、何は現代でも用いる副助詞なんですよ。用法としては次の2つ。1の意味は現代でも予想だにしなかったなんて言い方がありますよね。1、2どちらの訳出の場合にもだには最低限のものを挙げてそれ以上の事態を類推させるという用法の副助詞です。何かを類推させるということは本文中に書かれていない心情を読み取るということにつながります。ならば、新学習指導要領にある思考力、判断力に該当しますよね。大学入学共通テストでも今後さらに出題されそうな気がします。今回はこんな文脈で出ていましたね。女、つまりうつせみがこの文の主語ですね。心溶けたる、いだに寝られず。ナムは形助詞で、かかり結びの法則が流れた形ですね。心解くというのは、くつろぐ、気を許すといった連語です。要するに、ノンレム睡眠のことですね。いだに寝られずというのは、いも寝られず、眠ることができないという強調の連語です。こういった連語も源氏物語の中で覚えていきたいものですね。要するに、うつせみはぐっすり眠ることさえもできない状態なんです。では、何を類推しているのでしょうか。例えば、大学入試ではこんな問題が出題されるかも。ちょっと読んでみますね。設問。傍線部は周囲和歌集の君こうる、涙の凍る冬の夜は、心溶けたる、いやは寝らるるを受けたものと、致命傷では指摘されている。その説明として最も適当なものを一つ選べ。選択肢1。昼は物思いにふけり、夜は目覚めがちであるため、常にぐっすりと眠ることはできそうにない、不眠状態である。選択肢2。光源氏がこの前の夜のように、突然夜ばいに来るのではないかと恐れ、ぐっすり気を許して眠ることができないでいる。選択肢3。ぐっすり眠ることさえままならず、ましてや少しまどろんでもすぐに恋しい光源氏が夢に現れたりして目覚めがちである。選択肢4。眠れば恋しい光源氏が夢に出てくるため、ぐっすりと眠りたくはないが、軒場の荻の手前、いやいや眠ろうとしている。選択肢5。寝ても覚めても光源氏のことが頭から離れないため、せめてぐっすり眠ることだけでもできないかと考えあぐねている。それでは一時停止をしてちょっと考えてみましょう。この設問にあるように古文の中に和歌のワンフレーズを引用して余剰を深めることを引き歌と言います。引き歌についてはこちらの動画でも詳しく説明しています。
大学入試ではこんな風に直接和歌がなくても和歌が絡む字の文からの出題もあるんですよ。では今回の引き歌を解釈してみましょう。上の句は大丈夫ですね。あなたを恋したって流す涙も凍るような冬の夜はほとんどそのままです。で、下の句の重要古語心解く、ぐっすり眠る、それといもねらるに半語のやわを挟んでいもねられず眠ることができないという否定文になっていますね。要するにぐっすりと眠ることができないとラストが強調されている和歌ですね。ポイントは2つ。本文との共通部分である心を解けたる意の解釈と本文と共通の君こうるというテーマです。まず心解けたる意を間違えずに解釈しましょう。和歌ではやわと半語になっていますが本文ではだにと類推になっています。ここが和歌からの発展ポイントなんですね。ぐっすり眠ることさえもできない。まして起きているときはどうなのか。昼は物思いに沈んでしまい、夜はすぐに目が覚めて、源氏のことを考えてしまう。ましての部分はありませんが、引き歌から君こうるが C に当たるのだと類推することができます。では、回答を確かめてみましょう。選択肢1は、待てが類推のだにと解釈がずれています。また、不眠状態というのは本文にない言い過ぎの内容です。選択肢2は、光源氏が突然呼ばいに来るのではないかが、この類推部分からは読み取れない内容です。まあ確かにこの後呼ばいに来ますが、ここのうつせみの心情には根拠が薄いということで NG です。選択肢3は、さえがダニの訳出として OK。また、恋しい源氏という解釈が引き歌の君こうるというテーマとマッチしています。選択肢4も恋しい源氏は OK ですが、いやいや眠ろうとするというのがダニの解釈とずれていますね。選択肢5はどうでしょうか。寝ても覚めても源氏のことが頭から離れないという内容は引き歌のテーマともマッチします。せめてぐっすり眠ることだけでもという部分もダニの解釈として間違ってはいませんよね。こんな風に大学入学共通テストでは選択肢を見比べてどちらの方がより適当かを相対的に検討していく力も必要になります。カーリングで言うならどのストーンがより真ん中に来ているかを見極めるというわけです。その決め手はやはり文脈理解にあります。傍線部の直後を見ると単純接続で昼は物思いにふけり、夜は寝覚めが吉だという文脈になっていますよね。したがって選択肢5のぐっすり眠りたいという最終主張ではなく、昼も夜も眠れないという文脈になっている選択肢3を選ぶべきなんです。さあ今回も第3条うつせみからのイラスト役でした。第1条起立簿からここまでの再生リストについては説明欄のリンクに貼っておきました。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。